はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。家で料理を作るときにひき肉を使うことって多いですよね。本やネットのレシピを見ていると頻繁に出てくるひき肉。ひき肉ってなんだか知っていますか？今日はそんなひき肉について詳しく解説します。それでは早速やっていきましょう。今日はいろいろなひき肉を用意しました。画面向かって左から牛ひき肉、豚ひき肉、合いびき肉、鶏ももひき肉、鶏胸ひき肉です。一般的にスーパーで見かけるひき肉はこの5種類が多いと思います。稀に粗挽きと細挽きなどで区別している場合もあります。ひき肉とはミンサーなどの機械を使って肉を細かくすりつぶし細切れにしたものです。ひき肉と同じような使われ方をするミンチは英語の刻むを意味するミンスが転じてできた和製英語です。なのでひき肉とミンチは同じものです。海外だと英国圏はミンスドミート、米国圏はグラウンドミートと呼ばれたりします。お店で仕入れるハンバーガーやハンバーグなどのひき肉は脂と赤身の比率を指定したり細かな指定もできますが、スーパーで売っているひき肉はそのお店ごとの割合で作られています。こうやって見ていくと牛ひき肉は赤い色が鮮やかですね。豚ひき肉はピンク色をしています。今回買った合いびき肉は牛と豚を混ぜたものです。牛、豚、合いびき肉など配合の多い順番で記載されています。他にも牛、豚、合いびき肉7対3など配合量が書いてある場合もあります。色は牛と豚を混ぜ合わせた中間くらいの色ですね。あまり見かけませんが豚と鶏の合いびきもあったりするようです。これは鶏もものひき肉です。脂身が適度に混ざっています。これが鶏胸のひき肉です。ももに比べると脂身が少ないのが特徴です。今回はせっかくなのでそれぞれのひき肉をハンバーグにして食べ比べてみます。それだけだとつまらないので牛と豚の割合を変えたり、普段見かけない牛と鶏の合いびき、豚と鶏の合いびきなどいろいろ組み合わせを変えて食べてみます。せっかくなので全部のお肉のミックスの合いびきなどどんな違いがあるのかも見てみましょう。牛と豚の合いびきが多い理由も何かわかるかもしれません。それではそれぞれのハンバーグを作っていきます。特に味付けなどはせず形成していきます。いろいろな配合のハンバーグが完成しました。こうやって見てみると色もそれぞれ違いますね。触っている感じ、鶏のひき肉はとても柔らかいです。それではフライパンでそれぞれのお肉を焼いていきましょう。焼き上がったものがこちらです。種類が多すぎて自分でも何が何だかわからなくなってしまうので、しっかりとわかるように付箋に情報を書いておきます。それぞれにどんな違いがあるのか食べて確かめてみましょう。いただきます。今日はジョージタウンブリューイングのルシール IPA を飲んでみましょう。なんかビールの缶にしてはチープというか少しレトロな感じの昔のジュースっぽい感じがしますね。配色がメッツっぽいです。シアトル市内で500軒以上の店で提供されている人気のビールです。少し濁ったオレンジに近い黄色です。少し甘めのトロピカルな香りと柑橘系のような爽やかさを感じます。程よく苦味があり、アルコール 7% と若干強めですが、スイスイと喉を通ります。これは美味しくリピートしそうです。それではそれぞれのひき肉を食べてみましょう。まずは牛 100% のハンバーグです。これはハンバーガーなどでよくあるパティっぽいですね。少しまとまったような硬さがありますが、噛むごとに旨味が強く牛っぽさを強く感じます。次は豚 100% です。牛に比べると柔らかく口の中でほぐれやすいです。次は市販の合いびきです。牛と豚の割合を変えた合いびきも食べて比べてみましょう。合いびきにすることで牛と豚のいいところが引き立て合っていますね。牛の旨味と豚の柔らかさがそれぞれ主張します。合いびきになることでより食べやすいです。牛が多いと旨味が強いし、豚が多いと柔らかさが増します。次は鶏ももです。生のひき肉の状態だと柔らかかったですが、焼くことで身が引き締まって硬くなりますね。ミンチにしない方が鶏ももは柔らかく感じます。次は鶏胸を食べてみましょう。鶏もも以上にパサッとした印象です。まずいわけではなく、作る料理によって使い分けが必要そうです。油は少なくさっぱりとしています。次は牛と鶏ももの合いびきです。全体としてパサッとした硬い感じですね。わざわざこれじゃなくていい感じがします。豚に関してももう少し油っぽさとかが欲しくなりますね。鶏のひき肉が入ることでなんか和な印象が生まれますね。さっぱりとしているので和食とかには向きそうです。鶏胸と牛の合いびきは鶏ももよりもやっぱりパサッとしてますね。豚も同じく個人的には
物足りなさを感じます。最後は全部を混ぜたひき肉を食べてみましょう。全部を入れたことで目立った主張がなく、わざわざ混ぜる意味がないかもしれません。牛は体も大きく、部位によっては硬く、肉として扱いづらい部位もあります。豚も同じく硬く、焼肉などのスライスに向かない部位があります。そういった部位をうまく出し切り、ロスを減らすためにも牛と豚のひき肉は必要なのかもしれません。また牛だけだとどうしても値段が高くなりますが、豚と合いびきにすることで価格を抑えられて旨味と柔らかさを兼ね備えたひき肉になるので、合いびきは需要がありそうです。鶏に関してはそのままで食べられる部位がほとんどなので、ロスを減らす目的でのひき肉は少なそうです。それよりも鶏肉のさっぱりとした味わいが料理に必要で、鶏のひき肉を使うことが多そうです。今回は市販のスーパーのひき肉の割合で試しましたが、油の多さや牛や豚の使う部位の違いでもうまさや食感の違いは出てきます。そう考えるとひき肉って身近なようでとても奥が深いですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ひき肉の違いいかがでしたか？肉と魚を混ぜるとどうなるのかも気になりますね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。